サス好きになるはず。この動画を見ればもっと好きになるはず。こんにちは、ボタ島です。よろしくお願いします。本日の動画はスキンダプサス。最近のボタ島ビデオだと全株紹介みたいな形で育てているものを一個一個紹介してったりとか抜けがあったりとかなんかいろんなことありましたけれども、スキンダプサスもね、僕いくつか育てているので全株紹介したいところなんですが、数があるんでちょっと僕が好きなやつがもう全部好きなんだけど、いくつか持ってきたのでスキンダプサスを何種類か紹介するのと、冬の管理、僕がどうやってスキンダプサス冬管理するかなっていうところを少しお話できたらいいかなと思います。で、この横の画面で去年僕がどうやって管理してたかみたいな映像も流れているんですけど、こちら YouTube に上がってますんで、ぜひね気になる方はチェックしていただいて、もう合わせて高評価とチャンネル登録の方をしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まずはいくつか僕が育てているスキンダプサスを紹介していきたいと思います。まず手に持っているこいつは園芸店で観葉植物っていう名前で売られていた、おそらくスキンダプサスだと思うんですけど、よくありますよね。観葉植物っていう名前でね、札落ちみたいな感じで売られているものがあると思うんですけども、そちらのスキンダプサスとシルバークラウドっていう品種のスキンダプサスで、若干見にくいですけど、こちら SP スキンダプサスのなんて名前か分かんない、名前がついてない SP っていうこの3種類を一鉢に植えてハンギングしているものですね。スキンダプサスを育てる時に、いくつかね育て方があるんですよ。もうスポールに登らせてみたりとか、一つの鉢でもっさりがっさりね、大きく育てるっていう育て方があるんですけど、僕はね寄せ植えを結構やってますね。今持ってる寄せ植えだと葉の特徴が若干似てるような似たもの同士をちょっと一鉢に植えてね、変化を楽しむというか、似てるって言ってもだいぶ観察すると違うんですけどね、こんな形で寄せ植えして楽しんでいるものが多いです。屋外で育てていたものを室内に戻す時に鉢数が多いと大変じゃないですか。で、僕もうめちゃくちゃ嫌なんですよ、鉢数が多いの。だからそれも込み込みで僕は寄せ植えしてね、1個の鉢で何種類も管理するっていうのをおすすめしてます。これが唯一うちでハンギングしているスキンダプサスになりますね。残りのスキンダプサスは全て鉢植えでハンギングして吊るしたりとかせずに、管理しているので、残りのやつも見ていきましょう。これも同じような見た目のね、ちょっと似ているようなスキンダプサスを寄せ植えしているんですけど、これ一つが、オルモストシルバー。これは園芸店とか、ホームセンターにも売ってるかな、よくねリーズナブルで手に入りやすいスキンダプサスですね。葉っぱが銀色でとっても美しいんですけど、照明の関係でもう全然伝わらんけども、伝われ。オルモストシルバーとこれスキンダプサスのサバペナンパグっていう、ちょっとねこれもいろいろ名前があるのかな、似たような特徴を持っているもので名前がねまた違う名前がついているものがあるんで、入手経路とか、手に入れた時の名前っていうのでね、管理してもらうのが一番いいかなとは思います。ちょっと葉の表面が銀がかかった2種類を一鉢に植えて、菊鉢の5号かなに植えて、もっさりねがっさり育ててますね。この2種類はね、結構石棺も詰まってワサワサになりやすいかなと思いますね。なんか相性が良かったなと思います。で、次ちょっとさっきのオルモストシルバーとサバペナンパグの寄せ植えに葉がね似たような感じに見えるんですけど、これねシルバークラウドっていうスキンダプサスです。こうやって見てもらうとちょっとこう葉の表面がモコモコしてますよね。銀がかかっててモコモコしてる。これがシルバークラウドの特徴かなと思うんですけど、これもシルバークラウド単品じゃなくて、シルバークラウドとシルバークラウドに似た SP の寄せ植えなんですよね。だからもうぶっちゃけもうこれどっちがどっちか分かんなくなっちゃってるような状態なんですけど、これ販売したりとかね手放すわけではないので、名前がごちゃごちゃになって、札落ちみたいな形ですよね。それでも別にいいかなと思ってます。で、僕シルバークラウドが一番好きなんですけど、この葉のねやっぱ表現、この銀のモコモコっとした感じだったり、葉っぱが結構大きくなりやすいかなと思いますね。どうしても栄養がねいかないと先端がねこうちっちゃく先細りするような感じになっちゃうんですけど、そうなった時はもう切り戻して、もうどんどんワサワサに大きくなるように管理してますね。で、今回最後に紹介するのはスキンダプサスの斑入り。最近結構ねスキンダプサスの斑入りも大人気で、いろんなところでね購入できたりとか、いろんなたくさんね新しいものっていうのが出てきてるんですけど、僕が持ってるのはこのミント斑、よくね出回るものだと思いますね。
こうやって白い葉っぱが出たりとか、緑の葉っぱが出たりとか、結構不安定な斑入りのものなんですけど、これかなり気に入ってますね。斑入りってこう安定して出るものだったりとか、不安定にね緑に戻ったりとかっていうその変化も、僕はね結構楽しんで育てられているので結構好きですね。でスキンダプサスのこのミント麩で結構おすすめで、何がおすすめかっていうと、こいつね白なんだけどあんま焼けないんですよね。で育てやすいかなっていう印象があったりとかで、こんだけ風強いんだけど成長がめちゃくちゃ遅いかって言ったら別にそうでもないかもって思ってますね。あとこれもよく見ますね、こうジェイルサテンです。ジェイルサテンのバリエガータ斑入りですね。こんな感じで黄色い斑が入ったりとかしますね。でうちのだと結構切り戻してはいるんだけど、斑が抜けてね緑になっちゃうよっていうところもあるんですけど、別にそこまでね僕は気にしてないですね。斑が抜けたならもう一回戻して斑入りのとこから目出させてみたいなので、斑入りっていうものを楽しんでいくのがいいんじゃないかなと思ってます。ジェイルサテンのバリエガータ、これもね美しいんでおすすめですね。洗濯機になりましたけど。では最後にスキンダプサスの冬の管理方法について少しねお話ししていこうと思います。こちらの横の映像、これすごいよね。 YouTuber だったらさ、ここの画面をさはめ込めっていう話じゃん、編集でね。すごいよね。このテレビでこう超アナログでね2画面にしてるってなかなかやるよね。こちらの映像にある通り、衣装ケースを使って僕は高湿度の環境を作ったりとかするんですよ。で衣装ケースにスキンダプサスとか高湿度で管理したいものをぶち込んで、LED ライトはホームセンターで売ってるバータイプの本当に安いやつで僕はこれ作ったんですけど、全然問題なくこれでも育つので、小さい株だったりとかカットしたばかりのスキンダプサスで根っこがあんまり張ってないよとかね、養生しないといけないけどどうしようっていう方は、衣装ケースを使った高湿度の環境を作ってあげるのもすごく楽だし、例えばこういうジップロックとか使ってここに苗を入れて、湿度がね一定になるように管理してあげるのもおすすめですね。でジップロックがすごく使いやすいんですけど、こういった大きい株ってジップロック入らない。でこういう密閉できる、プチーってこうやってね密閉できるタイプの布団カバー、布団を圧縮するようなケースとかだったら大きいですけど、あれも大きすぎるじゃない。ってので僕はジップロックで口はできないけどビニール袋を使って高湿度の環境を作ってあげて冬場は養生することが多いです。ビニール袋に入れて植物を養生したりとか管理する時の一番僕がね気をつけた方がいいかなって思うポイントとして、温度だけで、じゃあ具体的に何度っていう話は僕できないけど、寒すぎるとやっぱちょっと葉っぱが傷んでくるかなっていう感じはします。スキンダプサス自体すごく強い光が必要な植物ではないので、室内のねリビングとかに置いてもらえば別に育つんじゃないかなと思うんですけど、ビニール袋等で管理するときはちょっとだけ温度に気をつけてあげて、窓際に置いてすんげえ光が入っちゃってめちゃくちゃ暑くなっちゃうとか、かといってこう違うちょっとお部屋の寒いところに置いておいてずっと寒いっていう状態を作ってしまうと葉っぱが落ちてしまったりとか、根っこがねあんまりよろしくない状態になってしまうことがあるので、高湿度でビニール袋等を使った管理するときは温度だけ気をつけてもらえばいいかなと思います。自分が寒いなって思ったとこは寒いし、自分が寒くないなって思ったとこは寒くないんですよね。植物って結構そういうもんなんで。ということで今回は僕が育っているスキンダプサスの紹介と冬の管理、ちょっとした話でしたけどね、させてもらいました。今後も植物についての発信を YouTube と Instagram なんかもやっちゃってますんでね、そちらの方で発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録やフォロー、高評価等をしていただいて応援していただけると嬉しいです。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボタ島でした。室内で YouTube 撮るのやっぱいいですよね。声が出せるでしょう。外だとさ、ちょっとやっぱね、ご近所さんの感じとかがあってさ、ボソボソ喋るでしょ。いやーやっぱね、室内で撮るのはいいね。やっぱ安定した環境ってのはいいですな。植物だけじゃなく人間もそういうことなんだなって思いますね。でもうちょっと話それるんですけど、僕この今服ねあるでしょ。この服マルシェかなんかで古着で買ったんですけど、結構気に入ってるんですよ。だから自撮りしたんですよね。インスタグラムで結構僕自撮りするんですけど、このシャツ着て撮った写真が結構評判が良くてですね、いいねもたくさんいただいたりとか、もうコメント欄でね雑誌の表紙みたいですとかね、かっこいいです、おしゃれですってね結構コメントいただいてね
そんなの全然ない。そんなつもり全然ない、全然ないんだけど、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。この画面をこう出しながら動画を撮るっていうのを初めてやってみたんですけど、さっき思いついてこれやったんですけど、これまださ衣装ケースの中の動画じゃないですか、これはね。で僕以前ねこうバッキーっていうライト当てて、でこれぐらいの距離感で一眼レフでねバキバキに撮った写真じゃないわ動画とかもね YouTube でアップしてたんですよ。それ 4K で撮ってるんですけど、 4K で撮った映像もさここに出した時にすんごいいい画質でさ、おじさんがこの近い距離で喋ってるってね、改めて自分で見返したけど厳しいね。いやなかなか厳しい。毛穴もバキバキでしょ。いやちょっとだからこう自分の動画をねちゃんと見返すっていうのはねこう大事だなってね思いましたね。4K の使い方をねちょっと間違えるとなかなかパンチのある絵になるんだなっていうのをね勉強になりました。てなわけでちょっと雑談でしたけどね、ありがとうございました。元島でした。